こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は以前紹介したこちらのレッグウォーマーを違う系統を使って編んでいきたいと思います。前回の動画ではダイソーさんのメランジシリーズの系統を1本取りで編みました。今回使用する毛糸はダイソーさんのリサイクルポリエステルの毛糸を使っていきます。メランジより細めの糸になりますので2本取りにして編んでいきます。使用する材料はこちらです。ダイソーさんのリサイクルポリエステルの毛糸を4玉、かぎ針は8号を使って編んでいきます。それでは編んでいきましょう。最初に鎖を編んで輪にしていきます。動画では鎖45目で編んでいきますが、3の倍数の目数なら何目でも大丈夫です。鎖を編んでふくらはぎあたりにぴったりか少しきつめのサイズで編んでいきます。それでは鎖を編んで輪にしていきます。ここから鎖を45目編んでいきます。鎖が編めたら輪にしていきます。鎖の1つ目の裏山に針を入れて糸を引き抜きます。これで鎖の輪が完成です。同じものを2個編むときは1段ずつ交互に編んでいくとサイズのばらつきが少なく編めます。もしよかったら参考にしてください。1段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げ、細編みを45目編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、鎖の裏山に針を入れて細編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、この繰り返しで1段細編み45目編んでいきます。細編みを1段編んできました。45個目の細編みが編めたら、これで1段目が完成です。2段目と3段目は
鎖の立ち上げなしで続けて細編み45目を2段編んでいきます。1段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、この繰り返しで細編み45目を2段編んでいきます。2段編むとこんな感じになります。4段目は鎖3つで立ち上げ、長編みを45目編んでいきます。3段目の編み終わりから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。鎖1つ、2つ、3つで立ち上げ、これが1つ目になります。隣の編み目に2つ目の長編み、3つ目、4つ目、5つ目、この繰り返しで長編みを1周編んでいきます。長編みを1周編んできました。45目の長編みが編めたら、最初の鎖1、2、3で立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで4段目が完成です。ここから模様の段を編んでいきます。編み図がこちらになります。4段目の編み終わりから鎖1、2、3で立ち上げ、2つ目に長編みを1回編みます。3つ目は長編みの表引き上げ編みを編みます。これが長編みの表引き上げ編みになります。ここから2目は長編みを1回、2回編みます。3つ目に長編みの表引き上げ編みを1回、ここから長編みを1回、2回編んで、3つ目に長編みの表引き上げ編みを編みます。この繰り返しになります。長編みを1回、2回編んで、長編みの表引き上げ編みを1回、長編み2回、表引き上げ編みを1回、この繰り返しで1周編んでいきます。1周編んできました。最後の編み目は長編みの表引き上げ編みになります。最初に立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。
これで模様の1段目が完成です。模様の2段目も同じように1周編んでいきます。模様の1段目の編み終わりから鎖3つで立ち上げ、次の編み目は長編みを1回、3つ目は長編みの表引き上げ編みを1回、長編みを2回編みます。3つ目は長編みの表引き上げ編みを1回、下の段と同じ編み方になります。長編みを1回、2回編んで、長編みの表引き上げ編みを1回編みます。この繰り返しで1周編んでいきます。模様の2段目も1周編んできました。最後の表引き上げ編みが編めたら、最初の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで2段目が完成です。3段目からも同じ編み方の繰り返しで、模様の段を好きな高さまで編んでいきます。長編みに表引き上げ編み1を繰り返して1周編んでいきます。編み方を見ながら進めたい方は2段目を繰り返し見て編んでください。動画では模様の段を22段編みました。あと細編みの段を5段編める分の毛糸を残しておいてください。ここから縁を編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、細編みを45目編んでいきます。模様の段の編み終わりから鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖3つで立ち上げたところが1つ目の細編みになります。2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、この繰り返しで1周編んでいきます。細編みを1周編んできました。45目の細編みを編めたら1段目が完成です。縁の2段目から5段目は鎖の立ち上げなしで、続けて細編み45目を全部で4段編んでいきます。縁の1段目の編み終わりから鎖の立ち上げなしで、続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで細編み45目を全部で4段編んでいきます。4段編むとこんな感じになります。縁は全部で5段です。縁の5段目を編み終えたところから1つ目に針を入れて、糸は長めにカットします。糸を引き抜きます。編み終わりの糸を処理します。糸処理の糸は長めに通していきます。この状態で足につけてみて、
糸処理の糸できつさを調節しながら紐を通すのもいいかと思います。長めに糸を通し終わったら糸はカットしておきます。完成です。お疲れ様でした。サイズはだいたいこのくらいになります。今回色のグラデーションのある糸を使用しましたが、完成まで色の出方を楽しみにしながらサクサク編めました。厚みもありとても暖かいので寒い季節に活躍しそうです。ぜひ好きな色や素材の糸で編んでみていただけると嬉しいです。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。さらに編み物について詳しく知りたい方、わからない時に質問したい方はメンバーシップにご登録いただくと安心です。いつもいいねボタンやコメントをいただきありがとうございます。動画の感想やリクエストなどありましたらコメントいただけると嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。